2026年2月、世界で最も権威ある科学誌の一つ、サイエンスの表紙を一頭の恐竜が飾りました。ワニのような細長い口に、背中の大きな穂。そして頭の上には、空へ向かって大きく反り返る半月塔のようなトサカ。これまで誰も見たことのない驚きの姿でした。この恐竜の名前はスピノサウルス・ミラビリス。映画でもおなじみのスピノサウルスの新しい仲間です。スピノサウルス属で新種が確認されたのは1955年に記載されたエジプティアクス以来、実に100年以上ぶりのこと。世界中の恐竜ファンを驚かせた、まさに事件と呼べるニュースでした。しかも発見の舞台は、アフリカ、サハラ砂漠のど真ん中。水も緑もない、灼熱の大地です。なぜそんな場所に、魚を主食とする恐竜が眠っていたのでしょうか。そして、頭の上の巨大なトサカは、何のためのものだったのか。今回は、この100年ぶりの大発見の物語をご紹介します。まずは、スピノサウルスのおさらいから始めましょう。今から約1億年前から9500万年前、白亜紀のアフリカ北部に生きていた肉食恐竜です。最大種のエジプティアクスは全長15メートルを超えたとされ、ティラノサウルスをもしのぐ史上最大級の肉食恐竜として知られています。その姿は他の肉食恐竜とはまるで違います。背中には穂のように高く伸びる突起。口はワニのように細長く、そこに円錐形の歯がずらりと並びます。この口と歯は肉を切り裂くためではなく、水の中で暴れる魚を捕まえて逃さないためのものと考えられています。スピノサウルスといえば、映画ジュラシックパークのシリーズでティラノサウルスと戦った姿を思い出す方も多いはずです。活躍で一躍スターになり、今では子供たちの図鑑でも主役級の扱いを受けています。ところがこの恐竜、実は研究の歴史が悲劇と謎に満ちているのです。最初の化石が見つかったのは1912年のエジプトでした。1915年、ドイツの古生物学者シュトローマーがこの恐竜にスピノサウルス・エジプティアクスと名付けます。トゲを持つトカゲという意味の名前で、その背中の大きな穂は当時から研究者たちの目を引いていました。ところが、この貴重な標本は悲劇に見舞われます。1944年、第二次世界大戦の最中、標本を保管していたドイツ、ミュンヘンの博物館が空襲を受け、化石はほぼ全て失われてしまいました。以来、スピノサウルスは本物の化石が残っていない謎の恐竜と呼ばれるようになったのです。流れが変わったのは2014年以降のことです。モロッコで新しい化石が次々と見つかり、スピノサウルスの姿は大きく塗り替えられました。短い後ろ足にオールのような平たい尾。陸を走る狩人ではなく、水辺の生活に深く適応した恐竜だったことが明らかになってきたのです。ただし、その暮らしぶりをめぐっては、今も議論が続いています。水に潜って魚を追う泳ぎの達人だったのか、それとも浅瀬に立って獲物を待つ待ち伏せ型の狩人だったのか。スピノサウルスは発見のたびに復元図が書き直される定説の定まらない恐竜でもあるのです。では、今回の新種はどうやって見つかったのでしょうか。そのきっかけは、1950年代にフランス人の地質学者が残したたった一行の記述でした。サハラの奥地でサーベルのような形をした
恐竜の歯の化石を一本見つけた。古い学術書の片隅にそう書かれていたのです。その場所を70年以上もの間、誰一人として訪れていませんでした。この一行に目を留めたのが、シカゴ大学のポール・セレノ教授です。教授は30年にわたってサハラの発掘を続け、100トンを超える化石を掘り出してきた砂漠の恐竜研究の第一人者として知られています。2019年、セレノ教授の調査隊は、古い記録を頼りにニジェールの砂漠の奥へと向かいました。その旅の途中で出会ったのが、地元に暮らすトゥアレグ族の男性です。彼は砂漠のさらに奥で巨大な骨を見たことがあると言い、バイクで調査隊を案内してくれることになりました。移動は丸1日近くに及び、本当に化石などあるのだろうかと不安も膨らんでいきます。しかしその先で調査隊は化石の眠る場所にたどり着きました。ジェンゲビと呼ばれるその場所で、彼らは限られた時間の中、見慣れない恐竜の歯と顎の骨を見つけ出したのです。化石が眠っていた場所の近くに、シリグタガットと呼ばれる場所があります。地元の言葉で、水もなければヤギもいないという意味です。生き物を寄せ付けないサハラでも指折りの過酷な土地。そのど真ん中に水辺で魚を取る恐竜の化石が眠っていたのです。そして調査隊は砂の中から見たこともない形の骨を掘り出します。大きく反り返った半月塔のような一本の骨。しかしこの時点では、それが体のどこの骨なのか、見当もつきませんでした。答えが出たのは、2022年の再調査でした。同じ形の骨が新たに2点見つかり、チームは砂漠の真ん中で太陽光発電で動くコンピューターを使い、頭骨をデジタルで組み上げていきます。画面に浮かび上がったのは、頭の上に巨大なトサカをそびえさせた、全く新しい恐竜の姿でした。セレノ教授は、キャンプでノートパソコンを囲み、新種の姿を初めて目にしたあの瞬間を、生涯忘れないだろうと語っています。こうして確認された新種には、ラテン語で、驚くべきものを意味する、ミラビリスという名前が贈られました。まさに、名前通りの恐竜だったのです。では、スピノサウルス・ミラビリスとはどんな恐竜だったのでしょうか。推定される全長は約11メートル。最大種のエジプティアクスより小柄ですが、それでもティラノサウルスに迫る大きさです。そして最大の特徴が頭の上にそびえるあの半月塔のようなトサカです。このトサカは骨でできていて、鼻先から目の上へ大きく反り返りながら伸びています。骨の表面の質感や内部に残る血管の通り道を調べた結果、生きていた時は鳥のくちばしと同じケラチンという素材に覆われ、鮮やかな色をしていた可能性が高いと考えられています。これほど大きく鋭く曲がったトサカが確認されたのは、スピノサウルスの仲間では今回が初めてです。役割は狩りでも泳ぎでもなく、視覚的なアピールだったと考えられています。仲間への力の誇示や外敵への威嚇に使われたのかもしれません。頭骨には魚を取るための見事な仕組みも備わっていました。上下の歯が互い違いに深く噛み合う構造です。下の歯が上の歯の隙間に入り込むように伸びていて、ぬるぬると滑る魚をがっちり押さえ込んで逃さないのです。実はこの噛み合う歯は、水中の獲物を主食とする動物に共通して見られる形です。現代のワニ、太古の海を泳いだ魚竜、
そして空を飛ぶ翼竜の一部、暮らす場所の全く違う生き物たちが魚を取るという同じ課題に同じ答えを出していたわけです。しかし、研究者たちを最も驚かせたのは化石が見つかった場所でした。これまでスピノサウルスの仲間の化石は主に海の近くの地層から見つかっていました。ところがジェンゲビは当時の海岸線から約 1000km も離れた大陸のど真ん中に位置していたのです。約1億年前のサハラは今とはまるで別の世界でした。森の間を網の目のように川が流れる緑豊かな水の大地だったと考えられています。ミラビリスの化石は川が作った地層の中から首の長い竜脚類の骨格と一緒に見つかりました。海辺の恐竜の一族が遥か内陸の川の世界にも進出していたのです。セレノ教授はその暮らしぶりを地獄のサギと表現しています。頑丈な足で深さ2メートルの水にも平気で踏み込み、普段は浅瀬に立ってじっと獲物を待ち伏せる。当時の川にひしめいていたシーラカンスの仲間などの大きな魚を狙う水辺のハンターだったと考えられています。今回のミラビリスの発見は、スピノサウルスの暮らしぶりをめぐる議論にも新しい材料を投げ込みました。海から遠い内陸の深さの限られた川で暮らしていたのなら、水中を自在に泳ぎ回る達人というより、足で川を歩き回るハンターの姿の方がしっくりきます。ただし、これで決着というわけではなく、議論はこの先も続いていきそうです。研究チームは、スピノサウルスの仲間の進化を3つの段階で説明しています。まず、ジュラ紀に魚を取るための細長い頭骨を手に入れ、次に白亜紀の前半、テチス海の沿岸へ捕食者として広がっていった。そして最後の段階でミラビリスのように内陸の川へと暮らしを広げたと考えられるのです。ここで一つの疑問が浮かびます。それならあのエジプティアクスにもトサカはあったのでしょうか。実はエジプティアクスの頭のてっぺんにあたる骨は完全な形では見つかっていません。同じようなトサカがあったのかどうかわかりません。もし今後の発見でエジプティアクスにもトサカがあったとわかれば、私たちのよく知るスピノサウルスの姿はまた大きく描き直されることになります。新しい化石が見つかるたびに復元図が塗り替えられていく。スピノサウルスは科学が更新され続ける営みだということを身をもって教えてくれる恐竜なのです。発掘された化石はその後シカゴの研究室に運ばれ、クリーニングと CT スキャンが行われました。デジタルで復元された頭骨をもとに古生物画家が生きていた時の姿を描き起こし、その復元画はサイエンスの表紙を飾ることになりました。冒頭でご紹介したあの驚きの姿です。実物の化石はニジェールの首都ニアメに建設中のリバー博物館に収められる予定です。太陽の光でエネルギーを賄う世界初のゼロエネルギー博物館です。アフリカの大地から生まれた宝物がアフリカの人々の手で次の世代へと受け継がれていくのです。アメリカでは一足先にこの新種に会うことができます。2026年3月からシカゴの子ども博物館で頭骨のレプリカと実際に触れるトサカの模型が公開されているのです。新しい発見の興奮をまず子どもたちに届けたい。そんな研究チームの願いが込められた展示です。一冊の古い本に残されたたった一行の記述。そこから始まった冒険は70年の時を超えて
100年ぶりの新種の発見へとたどり着きました。サハラの砂の下には、私たちのまだ知らない恐竜たちが、今も静かに眠っているのかもしれません。この動画が良かったら、チャンネル登録お願いします。